皆さんこんにちは、久しぶりです。バネサです。最近登録していただいた方本当にありがとうございます。クローン病という持病を持っていて体調が不安定で、作れるコンテンツも不安定なので、いつも毎回久しぶりですって言っちゃうよね今回はそう髪の毛変わったでしょ。ピンクを入れましたっていうか、入れてもらった。そう、すごいくるくるとかアフロとかそういうタイプの髪の毛が専門になってる美容師でやってもらったの。そこですごいめっちゃ信用してるから、昨日やってもらった。色があるとテンション上がるよね。今日はせっかく久しぶりの動画なんで何にすればいいのかってめっちゃ考えたら、やる気が出なかったりとか、本当にやりたいことは何って目標とか夢とか本当にやりたいこととか忘れちゃったりとか。私はライフコーチなので、そういう時に何をすればいいのかっていう知識を持ってるから、それを簡単に紹介してみようと思いました。コーチングではもっと詳しく説明したり、あとクライアントさんに合わせてやってるんだけど、だから YouTube 動画では誰でも一人でもできるように紹介していきたいと思います。じゃあ一緒にやりましょう。まずノートが必要です。はい、じゃあまずはノートを持ってペンを持って、これからの3ヶ月、フランス人だったら3でね、日本人だったら3でね、これからの3ヶ月の目標を決めていきます。それはカテゴリーで分けて目標を決めていきます。90日間は結構で、人としていろいろ目標を達成するのは現実的だから、3ヶ月っていうタイムリミットは結構よく見ます。自分にカテゴリーを合わせても OK です。普段よく使われるカテゴリーは健康です。はい、健康かフィットネスとか、週に何回ジムへ行きたいのかとか、あと健康のために例えば1日何リットルの水を飲みたいのかとか、そういう健康系のカテゴリーは1番目です。2番目は自己啓発で、自己啓発っていうのは何やねんって例えば本を読みたいとか、何かこういうことをずっと勉強したかったとか、セラピーにずっと行きたかったとか、一人で旅をずっと出してみたかったとか、旅に出たい、一人で旅に出てみるとか、運転免許を取るとか、そういう自分の成長、中身、見た目じゃなくて、自己啓発も見た目かな。それは私次第ですけどで、3番目は経済はすごい大事ですね。経済的に何を改善したい、それは、自分次第ですけど、例えばもっとお金を貯めたいとか、いろいろあるんですね。目標って期限を決めないといけないし、チェックできるような目標じゃないと曖昧から、本当にチェックできる目標っていうのは現実的にできることを決めるし、数えれること。例えばもっと水を飲みたいんじゃなくて、じゃあ1日何リットルを飲むとか、そういうニュアンスです。で、お金のことももっとお金を貯めたいはちょっと広すぎるでしょ。いつチェックできるのかわからないんでしょ。だから1ヶ月に1万を貯めたいとか、そういう本当にできたのかできてないのか分かりやすい目標を決めます。はい、4番目は例えば人間関係です。週に1回お母さんに電話するとか、こういう趣味に興味ある友達を1人作るとか、そういうことです。はい、4番目は私はビジネスを書いたんですけど、キャリアということですね。仕事的に何か目標があったらそこに書いていきましょう。あとは自分に合わせてもいいんですけど、例えば恋愛とかだったら、例えば週に1回例として携帯なし、テレビなしとかにして、本当に heart to heart みたいな、素直に話すとか、わかんないけどそういうことも全然できます。とにかく自分に合うカテゴリーにした方がワクワクする目標を達成するにはワクワク感がすごい大事になってくるから、とにかく自分が分かりやすく楽しそうにしましょう。はい。あとその他のカテゴリーも私あって、書類系。そう、書類系。で、書類って結構溜まっちゃうんじゃない？
なんか銀行とかそういう系もなんかカテゴリー作っても、あ、そう、もう一つ忘れた。もう一つのカテゴリーは楽しみ遊びというカテゴリーは本当に多分一番大事なんだよね、この中で。多分絶対一番大事そう、その中で良子とかが入ってくるのにね、新しいレストランに行ってみるとか、あそこのカフェに行ってみたいとか、その中に入ってくるのにね。そう、忘れてたの。できそう皆さん。どう思いますか？はい。そのカテゴリーはぜひ色で分けて書いてください。これもなんか自分の子供の心が喜ぶので、ぜひ色を使ってみてください。自分がすごい無力感っていうのかなって感じてしまうんですよね。持病が起きてしまうと。自分の体をコントロールできない感じがしてしまって、だからイコール自分の人生をコントロールできない時期があるんですよ。だからそこで目標をどう達成していけるのかって、だから私の場合は持病なんだけど、お金が足りなかったり、親が病気だったり、自分に小さな子供がいたり、みんなそれぞれそういう理由があるっていうか、自由じゃないかなってなっちゃう時があるでしょ、みんな。それも含めて自分に合わせて自由になれる方法は必ずあると信じています。どうやって自分の人生の中でワクワクを感じれるのかって、だからその質問を皆さん宿題にしてほしいです。わかったか？自分の人生の中でどうやってワクワクを戻せるのか。で、ワクワクっていうのはなんか子供の頃にさ、あんまりそういう大人の心配は知らなくて、新しいアニメが出た時とか、新しいおもちゃをゲットした時とか、本当になんか心の中でドキドキを感じれる感情を思い出してほしい。大人になっても、いくつになってもドキドキを感じてほしいんじゃなくて、大人だからこそそのワクワク感を忘れちゃダメだと思います。私たちの社会の中でさ、大人の心配っていうのが、その仕事の日本語忘れてる。やばい。早く日本に戻らせて、マジで。やばい。仕事の責任。今思い出した。仕事で、親として、娘としても、息子としても、いろいろね、責任が現れてくるでしょ、大人になったら。で、その責任でさ、ちょっと息が苦しくなったりとか、肩が重くなっちゃうでしょ、大人になったら。だからその重さを軽くするように、その子供の心を思い出すのはすごい大事だと思いますっていうか、信じてる。 100% ベストはこれからだっていう考え方のおかげで頑張ってきました。そう、いいことはこれからです。過去にあるんじゃなくて、私はいつも過去を見るのが好きな人で、カニ座だからでもそれをすごい変えるように登録してきて、今は本当にその過去を見るっていうより、今を楽しむのは一番。プラス今を楽しみながら、これからはもっともっと楽しいことがあるっていうbelief。 やばい、日本語忘れてるが、もう本当に薬なんだからね。多分精神的な薬、病気の薬、いろんな薬あるかな。はい、今日の動画はいかがでしたか？力になったら嬉しいです。ちょっと力になったらぜひコメントで教えてください。自分を大切にしてお元気でいてください。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひインスタグラムとかでもぜひフォローしてください。はい、ライフコーチのバネサでした。バイバイ。はい、めっちゃちゃんとしたマイクを買ったのに、いつも使うの忘れちゃう。これ、はい、今度使います。約束します。何が？